皆さんこんにちは。今日はまた私の大好きなトピック、言語学習についてお話しさせていただきたいと思います。前の動画でもいろいろなコツとか紹介したと思うんですけど、自分の勉強ルーティンを紹介してくださいというコメントが多かったので、今日は私自身が毎日日々やっていることとか、意識していることについて喋っていこうかなと思います正直に言うと特に特別なことをしてないのであまり期待してほしくないんですけどねそしてルーティンを紹介する前に一つ言っておきたいことがありまして、私は現在大学4年生で、週何回か英語の授業も日本語の授業にも参加しています。だけどこの動画では授業の内容とか宿題とかについてではなく、それ以外に私が独学でやっていることについて喋っていくような感じの動画になるので、ご理解いただければ嬉しいです。では前のビデオでも話したように、言語学習において最も大切なのは毎日コツコツ勉強することだと私は思っております。毎日少しずつ勉強していたら勉強は習慣化してしまい、勉強自体も義務ではなくルーティンとなってきてとても楽になると思います。もちろん日によっては気分も違いますし、モチベーションがある日ももう全然モチベーションがない日もあります。もう今日は疲れたな、何もしたくないなという日もたくさんあります。なので私は忙しい時、30分とか40分以内で終わるルーティンを考えています。週末とかだったらもうちょっと時間に余裕がある時は1時間とか2時間とか、たまに3時間勉強することもあります。ただ毎日の最低限の勉強の時間を30分に設定しています。私は今卒論も書かなきゃいけないし、バイトもありますし、毎日2時間とか3時間とかを目標にしていてもなかなか継続できず落ち込んだり、ちょっとモチベーションをなくしたり自分を責めたりしてしまうタイプなので、なるべく達成しやすい目標にしています。皆さんにも自分のルーティンを作るにあたって、まず自分のライフスタイルというのを現実的に考えてみてほしいです。現実的に考えて毎日どれくらいの時間を勉強に当てられるかというのを決めた方がいいと思います。で、最初は少なめにした方がいいかもしれません。例えば毎日20分勉強するって決めて、で1週間とか2週間とかやってみて、それでちょっと足りないなって思っていたらそこから増やしてもいいし、それで十分って思ったらそれでいいと思います。最初は達成しやすいゴールを設定した方が達成感も感じられますし、モチベーションも湧いてくると思います。では私の毎日のルーティンをご紹介します。私は朝起きて一番先にやるようにしているのは単語の復習です。皆さんもご存知かと思うんですけど、学習には復習がとても大切なんですね。で、私は昔普通の紙のフラッシュカードを使ってたんですけど、ちょっと量が多くなると、不便になるので今はパソコンのアプリケーションを使っています。で、中身は普通のフラッシュカードの形になっているので、私はカードの表に私が知らない単語、覚えたい単語が入っている文章を書いて、その裏には言葉の定義を書きます。日本語の言葉だったら日本語で定義を書いて、英語だったら英語で書きます。もうなるべくロシア語には訳さないようにしています。ということで朝はいつも単語の復習からスタートするんですけど、たまに漢字も復習します。でも最近はちょっと漢字の勉強は怠ってしまっているので、そうですね、もうちょっと勉強した方がいいかなって思っているところです次は通学の時間です。私は今週4回ぐらい大学に通わないといけなくて、で私の家から大学まで、道路の渋滞によってもう1時間以上かかる時もあります。でその1時間とか場合によっては1時間半とかは無駄にしたくないので、通学の時間はブスというアプリを使うようになりました。ブスさんにはこの動画のスポンサーになってもらっているので、もうちょっと詳しく話していきたいと思います。もう多くの方はすでにご存知かと思うんですけど、ブスは、外国語が学べるアプリです。部数に登録したら自分のペースに合わせて目標設定もできますし、
自分の上達を簡単に測ることもできます。で、携帯アプリの場合は通知が来るので、勉強を習慣化させたい方にはとてもいい機能だと思います。その後は自分のレベルに合ったコースを選んで学習できます。で、私は今英語と日本語のコースを試していて、コースの中で文法とかも学べるんですけど、私はやっぱり一番気に入ったのはテーマ別で単語を学べるコースです。私は日本語の場合、日本語能力試験1級に合格してるんですけど、宗教についてのレッスンや法と裁判というレッスンをやってる時に知らない単語がいっぱい出てきて、ちょっと恥ずかしかったです。そしてレッスンでは音声で発音も学べますし、自分の発音を録音してネイティブの方に採点してもらいます。なのでもう単語の意味だけじゃなくて正しい発音を学びたい方にはとてもおすすめできます。それは電車とかバスの中じゃできないんですけどね。レッスンはあまり長くないし、復習する機能もついているので、自分の語彙力を増やしたいけどなかなか時間作れない方にはとてもおすすめします。では大学に着きました。大学ではなるべく授業に集中するようにしてるんですけど、最近はちょっと難しくなってきましたね。で、大学からの帰り道はだいたい頭が疲れていて、あまりアクティブラーニングはできないんですけど、パッシブラーニングはしています。帰り道はいつもポッドキャストか、オーディオブックかどちらかを聞いています。ちなみに今聞いてるのは嫌われる勇気とパチンコで、先月聞いてたのは確かコーヒーが冷めないうちにという小説でした。好きなポッドキャストもいくつかありますので、それらをビデオの下に書いておくので、気になる方はチェックしてみてください。ただ一つ挙げるとしたら、バイリンガルニュースというポッドキャストが多分一番好きなポッドキャストです。バイリンガルニュースは英語と日本語を合わせたポッドキャストなので、日本語も英語も学んでる私にはもう最適です。で、家に着いたら大学の課題だったりバイトだったりして、で時間が残ったら、そして力が残ったらまた言語学習に取り組みます。教科書を使って勉強することは最近少ないんですけど、もし教科書の気分だったらこの中のどちらかの教科書を選んで、気分に合わせて教科書を選んで勉強することはたまにあります。で、寝る前にルーティンの最後のステップとしてリスニングとリーディングをするようにしています。両方ともやるときもあれば、どちらか一つだけやるときもあって、多分そっちの方が多いかもしれないです。リーディングの仕方は気分によります。またもう私がやっていることすべて私の気分次第ですね。ちゃんと勉強したいときは全ての知らない単語を書き出して、その意味を調べて暗記に入れて復習します。で、そういう気分じゃなかったら、ただ読むだけで十分ってなる時もあります。何を読むかというと、日本語の場合は小説が多くて、今は吉本バナナのキッチンという小説を読んでいます。英語の場合はインターネットで見つけた記事だったりとか、日本史の教科書とか、どちらかというとノンフィクションの方が多いです。で、最後にリスニングで、正直に言うと私はリスニングが一番好きで、もうなぜかというと、リスニングの練習としてドラマを見てるからですね。そしてシャドーイングに合わせて一石二鳥です。で、最近は英語の勉強ムードに入っていて、アメリカのドラマ、グレイズ・アナタミを見ています。合っていいかなメインキャラクターの声も話し方もとても気に入っていて、メインキャラクターのシャドーイングをしています。で、字幕なしでシャドーイングするようにしてるんですけど、医療系のドラマなのでちょっと、難しい単語が多くて、よく字幕をつけちゃいます。シャドーイングについては前の動画でもいろいろ話したと思うんですけど、私は今までシャドーイングって日本語の勉強としてしか使っていませんでした。英語の勉強として使い始めてから結構会話が自然になったというか、言葉が出やすくなったと思います。自分でも気づくほど良くなりました。それにシャドーイングしていたら毎日ドラマを見ることに対する罪悪感もなくなりますし、おすすめです。日本語の気分だったら日本ドラマを見るんですけど、最近は面白そうなドラマがなくて、何を見ようかなって迷っているところです。という感じで私は日々を過ごしております。私は今特に急ぐ必要もないし、語学勉強以外にも卒論とかもあるので、
必死ではありません。楽しみながら勉強している感じです。ゼロから学びたい人には私のルーティンがちょっと向いていないかもしれないんですけど、このビデオのポイントは誰かのルーティンを真似してそれに従うんじゃなくて、自分のライフスタイルに合ったルーティンを作るのが大切ということです。で、皆さんもすでにお気づきかと思うんですけど、私は同時に英語と日本語の勉強をしてるんですけど、パーフェクトなバランスを作ろうとしていないです。別に毎日日本語の勉強の量と英語の勉強の量が同じでないといけないわけじゃないです。英語の気分だったら英語、日本語の気分だったら日本語。ただ毎日英語の勉強も日本語の勉強もするようにしています。私は一回月曜日は日本語、火曜日は英語っていうパターンもやってみたんですけど、私にはちょっと合いませんでした。私の場合は毎日日本語も英語もちょっとだけでも勉強していれば OK です。もう私の勉強のルーティンはちょっと曖昧なので、皆さんの役には立てるかどうかわからないんですけど、最後まで見ていただいてありがとうございました。ぜひ皆さんの勉強ルーティンについてもコメントで教えていただければ嬉しいです。また次の動画まで。